さて、パタポンの続編的立ち位置のアクスラトレハン要素のあるリズムゲーが現在デモ版公開中とのことで、このゲームは買いなのか、今回はラタタンの紹介を行います。こちら軍隊を率いリズミカルに命令を出し、敵をひたすら倒して先に進む音ゲーとローグライトアクションの融合作です。クラウドファンディングで2000万円を設定したところ、わずか1時間以内に達成したは愚か、最終的には2億円以上集まったとのことで話題になりました。ただゲーム開発はスタッフ数に応じ億単位かかるというのはザラでもあり、2億という額は決して大きな値とは言えません。それでも世にどれくらい注目する人が多かったのかが知れ渡るには十分の数と言えるのでしょう。これほど人気を集めたのは開発の人たちがかつてパタポンというゲームのスタッフであり、今作ラタタンはその精神的続編だと謳っているためです。パタポンは海外で特に評価が高かったとのことで、海外で浸透しているクラウドファンディングもその海外ファンに支えられて成功したものと思われます。待ち望んでいた人がそれだけ多かったほか、何よりも公開された動画での美術面と音楽のクオリティがとんでもありませんでした。ラタタンのキャラクターデザインは世界トップクラスです。現状の海外の人では作れない造形です。日本で培われてきたものがここに体現されています。そしてそこに音ゲーということで BGM や効果音、声が入り、キャラクターがさらに生きてきます。キャラボイスは媚びたものでもない、何よりも可愛らしく聞こえるサウンドであり、リズムゲーは幾度と同じ音が流れるという性質上、何度耳にしても心地よく聞こえる作りになっています。以上まででも多くの人の目を引きました。海外 SNS や掲示板で爆発的に広まったわけです。その上でゲームの本システム、リズムローグライトアクションが加わります。どんな内容かというと、ターン制にリアルタイム性も加え、コマンド選択を音ゲーにしたみたいなシステムです。加えて先ほどのキャラの可愛らしさや BGM による演出が気持ちを高め、プレイヤーの高揚感を上げてくれます。常に BGM が流れるさなか、タイミングよくボタンを押すことで子分たちに命令を出せます。攻撃だったり防御だったり、こっちについてこいとか、はたまた必殺技も出せます。こちらが攻撃した後は敵から反撃をもらうため、防御するか、あるいは移動で距離を取ります。移動はいつでも自在に行えるため、ここら辺がリアルタイム性とターン性を兼ねています。そしてジレンマの仕組みとして、まずは音ゲーしつつ戦闘の状況判断を同時に行う必要があるという点があります。タイミングよくボタンを押すには楽譜部分をしっかりと見る必要があります。しかしそこに注目すると現在の戦況が見れません。敵の攻撃を移動でかわそうとすると今度は楽譜が見れなくなります。よってプレイヤーは体でリズムを覚える必要があります。楽譜部分はそこまで見ない、あるいは必要最小限で確認しつつ適切な行動を取れるようになると、このゲームが上達した時と言えます。また音ゲーということでタイミングをミスることがあります。指定のタイミングで何回かボタンを押す必要がありますが、タイミングがずれる以外に押すボタンを間違えてしまうこともあります。そうなると次の命令を出すまでに子分たちの動きが止まってしまいます。1ターン分ここで不利な状況が発生します。いかに現状の状況を分析し、次はどういう行動を取ったらよいか、瞬時に判断する能力が求められます。これも繰り返すうちに上手くなり、そのうちこなせるようになることでしょう。次に全体の流れはローグライトということで、横スクロールのハデスみたいなイメージです。1ステージクリア型で、道中ランダム能力を得ながらどこまで先に行けるかを試すゲーム性です。敵に倒されてしまったら拠点に戻り、そこでは定番の永続アップグレードが行えます。道中拾ったアイテムや実績達成でどんどん強くなります。そして大きな特徴としてアクスラトレハン要素があります。近年トレンドの装備集めが行えるローグライトです。古文は武器を装備でき、道中敵を倒すと装備がランダムでドロップします。結構ジャラジャラ落ちます。レアリティやランダム性能がつき、レア度が高いほど多くの性能があります。不要な装備は他の武器と合成し、武器経験値にできます。武器には熟練度があり、使うほど武器経験値がたまり、武器レベルが上がっていきます。一定レベルまで上がると限界突破システムでより強化が可能です。そこで新たな能力がランダムでつくのかもしれません。とことん冒険に出て装備を集め武器強化を行うという見事ハクスラゲーの流れに沿った作りになっています。
しかもローグライトにより毎回異なる体験を得られ、それだけ飽きも来にくい作りです。他にもクラフトシステムで素材を集めれば武器を作れます。強力なレジェンダリーも作れます。またデフォルトで出撃させる古文は指定でき、装備によりある程度の構成が作れます。それと予備の古文にも装備させておくことは可能で、予備が道中追加される古文なのだろうと思います。独自の軍隊を作り上げるため、とことん装備集めが楽しめます。以上からラタタンは世界トップクラスのキャラデザイン、BGM、サウンドが合わさり、唯一無二の超可愛いリズムアクションゲーとして成し得てるほか、ローグライトとトレハン要素の合わせ技で何度潜っても楽しめるハクスラゲーともなっています。加えて音ゲーと戦況の把握を同時にこなすプレイヤースキルが求められ、それでも繰り返すうちに誰でもこなせる調整がなされており、上達とやりがいを感じられる、これぞお手本のようなエンターテインメント作の一つの形です。可愛く新たなリズムハクスラゲーを楽しんでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。対応プラットフォームは PC のほか家庭用版各種となっており、現在デモ版が公開中です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ラタタン。もうオープニングから楽しげな BGM が流れてますね。まずはキャラクターの選択かな。おお、どれも可愛らしいな。ミミズッキュン。いろいろ装備品もあるっぽいですが、これウサギかな。ピョコラッパ、ニャンドラー、猫、ハリギッタン。あ、これは悩ましいな。どれも可愛くてね。じゃあウサギにしてみようかな。お、これはウサギの声かな。さあ始まった。お、いろんなキャラが話しかけてきますね。主人公は何も覚えていない。ああ、でもキャラのグラフィックいいですね、とても。声も現代風で可愛らしいね。まずは移動しようと。ああ、跳ねてる。素晴らしいな。次は魚、コーラス、RB、古文を増やせる。お、味方ついた。ああ、古文も可愛らしいね。さらにラッパ、装具を引いてみる。ああ、このカラスの声も可愛いね、本当に。フォートラン BGM スタート。お、戦闘始まった。あ、なんか押すのこれ。古文はお前が導く。何を押せばいいんだ。バツじゃなくて X か。お、はいやっちゃー。リズムに乗って押すんだね。他には Y でもいいの。何をしてもいいのかこれ。あと Y2 回。押すコマンドに応じてこの古文がね、いろいろ行動するんだね。こうはこれジャンプ。あ、古文がジャンプした。いや、なんだ、なぜジャンプしたんだ。フィーバーになるどうなるんだ。アタック B3 回か。おう、ルンタッタタ。次はなんだ。続けて歌えば古文どもが戦う。はい。あとはガードやってみよう。これは守りか。おお、常にリズミカルだ。お、これ来ましたね。これしろ。あら。関係ないところでボタン押せますね。ジャストタイミングがあるんだ。スキルってなんだ。で、さらにコム増やそう。今何やってるかわからないが、とりあえずひたすらボタン押し続けてる。いけるぞ。よし、やれ。危ない。これでも難しくないかこれ。状況に応じてね、何を押すか決めるわけですよね。これ来た。いけ。アタック。お、突っ込め。ああ。命令が失敗すると古文が行動を保ってしまうと。ほい、おー、はい、やったー。タッチメン。スキルだ。ぶちかます。どうした。なんか出たよ。ラタカルタ。さらに RB で取得。毒属性。これは暫定能力かな。ローグライトのね。毒ダメージ。発生頻度が 25% 速くなる。
ボス属性の敵にダメージが 5% 増加。通常攻撃ヒットで毒。これにしてみよう。さらに RB。雨で道が開いた。お、さらにバトルだ。はい。左上に私のライフがありますね。手下どもが反撃してきた。ハッスルを歌う。よし。やっぱりなんかこの譜面外でもね、ボタンを押せますね。さらにドーナツ。あ、どっちか選ぶんだったんだ。ドーナツは何なんだ。インターバル。食べたことで、どうなったんだ。回復でもしたのかな。お、ボス戦かなこりゃ。ワーニング。行くぞー。あー、ドラゴンだ。まずジャンプだ。これあれか。敵の攻撃をね、タイミングよくジャンプするとか。あるんだろうね。ジャンプ仕事できませんね。ほい。来たぞ。かわせ。あ、かわした。あー、ちょいちょいちょい。味方ピンチだ。どうすりゃいいんだ。ディフェンス。がっちりガード。撃て。うわー、むずい。危ない。主人公はちゃんと避ける必要がある。味方だけではなくね。あー、みんなやられた。助けて。仲間。あ、時が来た。どこから来たんだこの人たちが。時間が経てばやってくるのかこれ。その可能性あるな。いけー。危ない。いやー、やられた。これ覚えるまで難しそうだね。で、覚えがいはあるな。ここは拠点かな。マイルーム。クエストボーノに。まずはここか。プレイヤー強化メニュー。発する技の解放を行う。強化する項目を2者択一で選択する。とりあえず素材を使って強化すると。キャンディーラブ。キャンディー取得時にラタタンのヒットポイントが回復する。ラタタンって誰を指すんだ。とりあえずレベル2になりましたね。フォーメーション。これがフォーメーションである。味方の強さが。ウェポンセレクト。現状は何も持ってない。あ、キャラクター変えられるのかな。古文セレクト。他も選べる。弓か、槍かみたいな感じだね、現状は。クエスト。これは実績みたいなものかな。これキャンディがもらえるんだ。さらにサポート。何をしてくれるんだ。古文ハウス増築。古文を4体に増やす。はじめ何したらいいんだろうね。上にゲージがあるんだよね、テンションゲージが。テンション上げるのがいいのかな、はじめは。テンションマックス。いけー。必殺。もう一人どこ行った。弓使い。このキャラが前に出ませんね。前に出る命令とかあんのかな。うわー、やられたー。まだまだ難しい。さあ、新たな。じゃあクラフト。武器を作ってくれる。武器のレベルアップ。限界突破。クラフト。素材が必要である。上限突破アイテムは冒険の中盤で獲得できる。エピックレジェンダリ武器を作れる。あ、これらが今持ってる武器かな。で、レベルアップができる。素材はどれだ。現状槍使いがいるけれど。こんな山持ってんの。リミットブレイカーはまだ使えない。で、ウェポンクラフトはこらへんか。素材は何も持ってませんね。槍、こっちかな。一括選択ってなんだ。あ、これいけるっぽいな。ノーマル。いけるものといけないものが違いがわからない。まとめて選択すると、上げられんの。何が起きた。ウェポンレベルアップ。レベルアップしたのかな。なんか武器がなくなっちゃったように見えたんだけど。他の武器を素材にしてレベルアップしたのかな。そういうことか。月並みな剣。なんかあんまり強くない武器を強化しちゃったような感じするんだけど。現状剣使いいないよな。装備品変えられる。変えらんない。ああ、槍にするんだった。なんてことだ。やり直したい。槍だけに。さっき色々あった装備品はね、多分、冒険中に入手したのかな。敵を倒したりしてね。お、いっぱい入手できたよ、今度は。弓矢があるけれど、装備できるかな。あ、できますね。生かした弓。能力付きだ。ノックバックがやや減少か。ロックもできますね。これはアタックレベル2。アタックプラス10。こっちは良さそうだな。レベルは低いけどね。今んとこ青色が、レアリティがちょっと高いのかな。能力が一つついてると。
で、これ武器経験値でいいのかな？使うほど経験値が溜まってね、レベルも上がるんですかね。合成以外に。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。